まだベトナムが、国としてですね、観光を認めるかどうかわからない時期に、ベトナムに行けって言われたんですね。それで、行けるのかなと思ってたんですね。それで、行けるにしても、ベトナムのどこに行ったらいいかっていうね、要するに、教会の関わりはないわけですからですね、そういうような状況だったんですね。まあ、ただ、祈って待ってました。そうしましたらですね、世界中を十字架を背負って歩いてる人がいるんですね。そういうミッションでね。それが来たんですね。そして十字架を背負ってですね、国軍中歩いたんですが、その方はですね。で、重くて大変だなと思ったらですね、車がついてたのでですね、そう簡単に行けたんですね。で、その方がね、我々のところに来る前に、ベトナムに行ってね、地下許可で奉仕してきたんですね。そして我々のところに来たらですね、一つのことしか言わないんですね。自分のミッションっていうよりも、ベトナムに宣教に行ってほしい。ベトナムに宣教に行ってほしいしか言わないんですね。で、主はあがみました。で、我々はベトナムに行けって言われていてですね、どこ行っていいのか分からなくて、ルートも何もないのに、向こうから来てね、この地下教会に行ってくれっていうふうに言うわけですね。まあ、主は生きて働いておられますね。それでね、我々はベトナムに行ったんですね。聖書を持ち込みしました。それとともにですね、地下教会なので、地下教会行った時に、もう、教会の人たちの気構えが違うんですね。まあ、そこは、5000名の教会だったのかな。ただ、要するに地下教会なので、おのおの20名ぐらいずつの集会で礼拝をやってる。で、まあ、全部合わせは5000名ぐらいと。そういうような感じのとこだったんですね。2000名だったかな。そんな感じだったんですね。そしたら言うんですね。それは何かっていうとですね、要するに、捕まって刑務所に入るのは、要するに信仰の訓練とかなんか言うわけですよね。だからそういうような感じでした。それで我々がですね、教会に奉仕に行くときに、ホテルからですね、まあ、一人一人行くんですね。こっちの方向行く人とね、こっちの方向行く人と、こっちの方向行く人と、こっちの方向行く人で、要するに見つかったら最後なのでですね、おのおの違う方向に行って最後にその集会の場所に行くっていう、そういうような感じだったんですね。で、まあそこは、集会が非常に祝福された、そして責任牧師の方ともね、非常に仲良くなったんですね。そしたらね、その責任牧師の人が言うんですね。何かというと、そのベトナムの教会は迫害されていて大変な思いしてるのに、海外選挙やってるんですね。で、隣のね、カンボジアにやってました。そして、その時にですね、こう言ったんですね。何かというとですね、一緒にカンボジアに選挙に行ってもらえませんかと。で、もちろんこちらはね、まだカンボジアの個人がない時で、もっとずっと前の話ですけどもですね、じゃあ行きましょうということで、一緒に、カンボジアに宣教に行くっていうことをね、決めたんですね。それでね、まあ行こうと思ったんですが、これ、種のストップがあるんですよね。そしたら、ベトナムの方からどんどん連絡が来るわけですね。それは何かというと、いつ行くんですか、カンボジアにってどんどん押してくるわけですよね。それでね、こちらも行きたいんですけど、なんかストップが来るんですよね。そして、その時に、北のチームがね、ベトナムに行ったんですね。そしたら非常に強く押してきたんですね。早くカンボジアに行きましょう。でもね、ストップが来るんですよね。で、それでね、ちょっと合間にしてたんですね。そしたらですね、彼ら自分たちで行っちゃった。カンボジアに行ってね。それでね、帰ってきた時に逮捕されました。もう状況がはっきり把握されていてですね、向こうの方のベトナムの、なんていうんですかね、警察かなんかですよね、もうマークしてたんですね。で、行って帰ってきた時に捕まっちゃったんですね。で、逮捕されてですね、えーっ2年の懲役となりました。で、まあ彼、あっけからんとしてるんですね。その後ありましたけども、60人救われたと。だから、投獄されるのはいいんだと。
じゃないと、投獄された人に伝道できないとかなんか言ってましたね。でもその時ちょっと分かったんですね、意味がね。何かというと、もし我々が一緒に行ってたら一緒に捕まってたんですね。そうしますと、こちら側はですね、大変な打撃を受けたということになりますし、何か見心の中でそういうことが起こるならまた別の問題ですけれどもですね、活動やなんかに大きな支障が出たということを感じるんですね。で、この時に、主の御心に従うっていうことはね、この重要な意味合いがあるということを思います。主は生きて働いておられます。また同時にいろいろな神様の技をなさいますが、御心を行うっていうことはね、大きな意味合いを持っているということをね、覚えておいてください。